食レポ下手くそ。20秒でまとめられちゃったもんね。最後までちゃんと集中します。さまざまな説を確かめていく企画。これと対決するのはみんなの育った街紹介ツアー。さあ来ましたよ。おいおいおい。よし。うわちょっと久々じゃないこういうー。リネとレアさんここ向かい合ってたよね。久々だわ。ヤッホーセブンメン侍だよー。ちょっとこの雰囲気はね、初期の頃から僕たちの動画見てくださってる方にはちょっと懐かしいんじゃないかなと思うんですけども、そうだね。こう2021年入りまして、火曜日関西ジャニーズジュニアの皆さんが担当になったじゃないですか。はいはい。おめでとうございます。だったり、あとはやっぱインパクターズとジュニアスペシャルとミュージックビデオが活躍上してますねがったり、いろいろね、やっぱジュニアチャンネルにもこう変化が来てますんで、今回企画会議っていうよりは、これまでこう1年やってきて、やっぱそれこそ何が盛り上がる盛り上がんない、いろんなところ皆さん把握してきたと思うんで、それのこう今後の改善点だったりとか、普段の動画でこうどうやったら盛り上がるだろうっていう企画っていうよりは、ちょっと反省含めつつどうしていくっていうこと。今後の展望ですね。まずどうする？これまでやってきた中でこれ良くないんじゃないかみたいな反省会する？まず反省会？1年半やりたくないことは先やっちゃう。まず反省しようか。じゃあそうね、反省しよう。まず食べる系がね、あまりにも伸びない。いや、それあんただよ。あ、そこだよ。食レポ下手くそ。さつまいも全部のさつまいも食べてね。暴言みたいな食レポで小窓になるっていう。20秒でまとめられちゃったもんね。こっちの方がパサつきがある。おい、表現お前師匠がめちゃくちゃ笑ってる。リモートの時もやっぱ宿題やってこないね。それね、それはね、あるよ。絶対ダメだからね。台本をね、俺ら本当に国語が苦手だ。同じようなやつ、ルール聞かない。ゲームルール聞かない。やって覚えていこうスタイルなんで。そう、俺らはそうなんだよ、結構。最近その動画見てて思うんだけど、しんどいくなってんのよ、顔がやっぱ。客観的に見て俺らの顔が何本目に撮ったか分かるのよ。わかんないよ。でも今反省だよね。りね、いいことしか思い浮かばんな。でもそれもね、ありよ。いや、太鼓が考える企画がすごいね、伸びが良かったり、自分たちがやってて面白いね。タイトルに太鼓って入れとけば、伸びる。太鼓プロデュース企画。そうあれ楽しかった。だから逆に勝樹がちょっと私服ダサいランキング入ってるわけだから、雑誌でね、一つ言いたいのが、俺しれっとなんか5位とかよくわかんないことがずっといんの。セブン面でさ、勝樹をコーディネートする企画とかさ。でもな、企画にするには弱いんだよな。5位だもんだって。多分本当にダサい位置、本当に私服がダサい人って位置だよね。本当にリンネはチャビーバニーはね、いつ見ても元気出る。あれで太鼓と山のチューしたんだっけ？今もできないもんね。取得位置を。いや、いいね。お前なんでそういうこと言うんだよ。できないって言って、じゃあしとくって意味がわからない。お前なんでそういうこと言うんだよ。お前ちょっとこっち来い。じゃあいいじゃん。本当にできない。絶対使えない。本当にできないからいいって。俺は牛久にはいい思い出はない、あんまり。最初の方は。牛久は悪くないんだよ。牛久は悪くない。悪くない。しかも最終的な思い出としては楽しかった。前日に茨城だからあったかい格好をしてきてくださいって。ちょっと寒いかもよ。そうだ。ちょっと寒いかもってあれだから長袖とか着てったのに真夏みたいに暑いし。反省じゃなくて愚痴になってるから。趣旨変わって趣旨変わって。良かったところはさ、体育祭、運動会みたいなああいう協力な感じがすっごいちゃんと真面目にやるときはそう良かったと思う。でも楽しかったしね、実際。楽しかった。あれは楽しかったね。あとはもうコンピの変なキャラクターの絵はずっと続けてほしい。とりあえず描いといたら。イケメン描いて、イケメン描いて。そうイケメンだ。結構ね、ファンの人もいたがね、これの。やっぱムカつくわ、その顔。いやいいよ。こんな感じで、ちょっとね、これを踏まえて2021年頑張っていきましょうよ。いいんじゃないですか。これ変わったら結構ね、変わると思うよ。細かいとこだけど。
僕のためにこうね撮影時間もあるのに食レポを下手でカットされることが多々あったので、食レポをねやっぱり上達していこうかなと思います。真剣な切実だから来年も言ってそう毎年言ってそうもうね食べ物はね感じるだけよ自分から行くんでしょ。気持ち悪い笑顔だったな今。僕たち1日に3本だったり4本だったりね撮らせていただくことがあるんですけど、最後までちゃんと集中します反省。反省します。お願いします。よろしく頼む。はい。じゃあ私はですね、ちょっとやっぱね動画見返しててね、台本とかねやっぱ難しいゲームもあるじゃない。ある。確かにね。だからなるべくちょっと先回りして頭に入れてちょっとみんなに共有したいなと。ああそれありがたい。まあ無理しない程度に頑張ってください。2021年もやっぱ良かったところ心からねやっぱ楽しんでいきたいなと思います。まあ、太鼓も言ってたけど、うん。俺らは今年からスーパーアイドルで行くから。今年から俺らはやっぱ王道アイドルで行くから。いや確かに目ない。標ないんか。ないい。概念にとらわれない。令和はやっぱ自分なの取られちゃいけないから。自分自分の思う今年1年見ていけば今野さんのスーパーアイドルっていう概念がこの世に誕生すると。はい。そうあと太鼓もあるから。一緒だから今一緒二人はもう一緒今一緒だからそうそうそうねうん。最後に一緒にせーのイェイイェイイェイ今いいこと足りてないよ。こういう違いもねそれぞれ個人そうそうで生まれて個性ですから。こう YouTube やるようになってから自分がこうトレンドに遅れてるのを実感するようになってやっぱこう自分ってちょっとずれてるんじゃないかなっていうところを思ってきたんで、この世の中の流行。流行を捉えて服もまあこうランキング入んないぐらいにはちょっと頑張っていきたい。服頑張るっつってるけど最近の服スタイリストさんからもらってるだけだから、ずっと俺住所教えて直送してもらってるからまあいいんじゃないこんな感じで。そうね、まあこれでもうやっぱファンの人に対してやっぱもう誓っちゃったわけだから、ここはちょっと気を引き締めてね頑張っていきましょうよ。はい。あとはなんかもうみんなが太鼓もそう書いてるやってるけど、みんながやりたい企画を自分たちでから発信するのも大事だよ。先ほどこうやって反省とか述べましたけども、ちょっと後半戦としてこれから企画会議トーナメント戦とそれぞれどんな企画をやりたいかタイトルだけ書いていただいたと思うんですよ。そちらがですねこのくじ引きに入っております、でここから2個ずつ引いてってこうブロックで対決をしていくんですけども、考えた人は名乗り出ないでください。あくまでタイトルだけで僕ら6人でどんな企画かをちょっと想像して議論しようと。で面白かった方を勝たせていって最終的に1位になった企画はなんか結構ガチで実際にやるらしいので、こちらじゃん、さまざまな説を確かめていく企画。でもこれ初回のさ企画会議の時もなんか出たよね。あ、なんかあったね。プールの中でゲップはできないとかさ、わさびで炭酸消えるみたいなさ。みんなの育った町紹介ツアー結構なんかやっぱ地元に貢献できるというかさ、俺もともとイタリアだからダメよダメこれダメとかダメダメ。しかもねスーパーアイドルの地元ばらされるなんてね。おアスレチック、おおアスレチック。もうなんか輪廻っぽいな。ミリシラ便利グッズ紹介バトル。なんだそれ。知らないものを知ったかして紹介するみたいなやつねこれ。ミリシアってなんだろう。ミリシラって1ミリも多分知らないのに矢花のこと知らない人がパッと見で誰々っぽいっていうのの名前とかプロフィールを作っていくの。確かにね、だから多分この知らない便利グッズをとりあえず紹介してみるっていう。俺これやりたい。これなんかどっちもいいね。ミリシア手挙げてっていう。はい。じゃあ4票。絶対アスレチックやりたくないだろコンビ。じゃあ俺ら見たいんだよ。ジャンクフード大食い値段勝負。面白そう。みんながこうちょっと苦手な食レポとかじゃないからさ、これのでもゴールは何だろう。ゴール1万円分食べるみたいなその量。で値段重視で頼みすぎて食べきれなかったらその人自腹とか。ああそういう。いいね。うわめっちゃおもろいそれ。いいね。テレビゲーム最強王決定。面白そ多分何かしらのテレビゲームで誰が一番強いか決めるっていうことだよね。
てかジュニアチャンネルでいなくねやってる。美少年がやったぐらいだよ。コラボでやってたぐらい。確かにそういう意味でいいかもね。じゃあテレビゲームにしますか。はい。のんびり桃鉄をやろう。一緒やん。かぶりが出ましたね、ついに。視聴者質問コーナー、電話での直接質問も。質問コーナーで直接質問もってことだから、例えばコメントで事前に募集しといてか。とか。のんびり桃鉄やろうはこれテレビゲームでかぶってる。かぶってるから確かに。もういいんじゃない？世界の偉人でアイドルグループ結成、センターはバッハ。タイトルがもう完成してる。全然よくわかんないこれ。要はあれでしょ、偉人で作ればいいだけでしょ。ストーンズが多分ジュニアでやってたじゃん、アクリルスタンドでの世界の偉人で対抗チャレンジ有給年。お前やろ絶対。対抗チャレンジってアイランド TV の方でね。そうですね、大人気企画ですね。俺らもやる羽目になるんじゃないあれを。いやいいよ。そういうこと。これじゃあ偉人でいいんじゃないこれ。待って動画としては絶対面白い、シンプルやりたくないんで。じゃあ太鼓抜きで一旦投票してみるじゃん。太鼓だってこっち入れるじゃん。じゃあ太鼓チャレンジやりたい人。瞬間対義語。何それ？瞬時にパッてこう反対の言葉を言うっていうゲームじゃん。上って言ったら下ってみたいな感じ。そうそう。頭使うやつか。例えばそれでさ、ゴミ箱って言われたらさ、工場工場ね。作るから。まあなんかちょっと面白いかもねこれ。やりすぎ侍の都市伝説。都市伝説やのおもろいね。いでもやちょっと面白いね。何喋る？でも自分の実体験とかでもいいんじゃない？ないな、でも俺。みんなもう多分ジャニーズのちょっと噂みたいなネタさえあれば。だったらやっぱこっちの方がまだちょっとリスキーではないかでもら。なんかこれはいつも感ない。そういつもなんだよ。いつもと今回出す必要がない気がする。対決としてはじゃあこっち勝ちにします。6人で4コマ漫画作成。この企画に対するのはこちら。でかいプリン作って食べたい。夢や。誰だよそれ。夢や。なんか考えるまでもないよね。もう見えたよね。なんかでかいプリンを作ってみんなで食べるとかだったら嫌なんだけど、食べたいって言ってると叶えてあげたくなる。じゃあプリンにしますか。右白便利グッズ紹介バトルがいい人。じゃあ右白が。じゃあテレビゲーム最強決定戦がいい人。はい。全員だ。じゃあ対抗チャレンジがいい人。やりすぎ都市伝説がいい人。でっかいプリン。でっかいプリン強いやん。でっかいプリンとテレビとでっかいプリンとそれでやろう。3つで戦うしかない。3つで戦おう。で叶えてやろうじゃあ俺らで。便利グッズがいい人。テレビゲーム最強決定戦。でっかいプリン。ちなみに誰プリン。俺。これダガさんでしょ。あ、そう俺。俺も絶対センターばっかで俺暁だと思った。やったよね。山でしょこれ。いやそれも勝樹でしょ。これ俺。うん。で視聴者質問コーナーも勝樹っしょ。あ、そう。なんでわかんない。気持ち悪いよ。